宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が集成から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。人間の生命活動の実態は今日の諸科学のように単純に物体面のみを研究しても決して明らかになることはない。これは宇宙創造から人類発祥に至るまでの悠久の歴史を顧みれば理解されるであろう。生物の生態は電性理性の両意識力を持つ地球内の有核体物質群の結合体として発生し、それは無機質を主とするものと有機質を主とするものとの2系統の物体群に大別される。次に人間の初期間がどちらの系統に所属し、またその系統をたどって主導意識力の発達がどのようにしてなされているか、生体内の電性理性両意識力の分布状況を示してみよう。1、無機質を主とする器官、骨、歯、爪。これらは意志の凝固が進み固体化しているため電性意識を主導力とする。2、有機質を主とする器官、筋肉、臓器、血液、結晶、血球。これらは意志の凝固が固体化まで進まず理性意識を主導力とする。次に人体内の意識交流組織を示す。1、絶縁器官、脳および神経系。脳は大脳、小脳、脳幹、間脳、中脳、胸黄、延髄からなり、実質は特殊な脂肪の凝集層である。神経系は実質脳と同様である。2、交流器官、脳および神経系を除く他の器官。このように人体構造は意識力の分布と交流組織を有している。ここで留意すべき点は、電性意識力は人体内でも依然としてその猪突的個体伸長本能を発揮し、放任すれば生体の崩壊をきたすところまで盲目的追求を緩めないことである。これに対して理性意識力は、生体伸長の意欲は電性意識力と同様であるが、電性意識力の無限伸長活動を自己の持つ運営伸長活動力に同調させて生体の崩壊を避ける。ところが低級な生物はこの理性意識力の活動が微弱であり、反対に電性意識力の活動が旺盛である。したがって理性意識力は電性意識力に牛耳られ追従的維持活動しかできないが、高等生物である動物、特に人間などに至れば常時強力な宇宙体力が浸透して生体0以上の理性意識力が重積される。こうして宇宙体力は生体内の無機有機の全器官に浸透し、特に電性意識力に対しては強度な調整操作を行って生体崩壊、すなわち死の転機を敢行させる力となっている。人間の意識が他の生物のそれと異なる点は、1に宇宙体力の浸透、重積量が絶対的に多量であるということである。人体には先に見たように個体意識と同様な生体例があり、これが高等生物として運営されるには宇宙体力の分裂意識力の浸透が必要であった。ここで人体意識活動の主導力は宇宙体力であると言える。この宇宙体力が人体内に常時浸透重積しているものを宇宙体霊と呼ぶ。人霊の構造は地球を通して発展してきた電性理性両意識、生体霊、略して生霊と宇宙体力の浸透による宇宙体霊から構成されている。また人体の構造も
それらの物質によって成り立っている。特に厳密な意味において人霊とは宇宙体霊を指して言うべきである。次に生体各機関とこれを統括する主な意識の系統及びその中枢の位置を示す。1、精霊伝性意識力。骨、歯、爪。この意識力が発動するときは心臓周辺に主導力が集中する。2、精霊理性意識力。筋肉、臓器、血液、結晶、血球。この意識力が発動するときは下腹部にその主導力が集積する。3、宇宙体霊。生体全面を支配、調整する。この意識中枢は下腹部の精霊理性意識中枢を抱いて共存する。人霊の構造は以上の通りである。これを見ると人間の意識力が脳の中にあるのではないことがわかる。脳は単に人間を行動させる意識力の経由器官に過ぎず、意識力は伝性理性量力が包容光合の形を保って全身にみなぎっていることを理解すべきである。意識活動を理解するに先立って意識交流の組織を認識しておかなければならない。まず意識体とは物質であり電磁体である。それは意志の結合体からなるさまざまな電磁体である。そして電性意識体は陰電性、吸引、反発を持ち、理性意識体は陽電性、浸透、吸引を持ってそれぞれ独自の機能を発揮しつつ、両者は常に包容光合活動を続けて諸物体の造成を営んできた。人体内における両意識の交流も電磁体微粒子の交流である。次に意識の交流組織について述べよう。1、絶縁組織。絶縁組織とは一つの記憶を抱いている意志流が他の記憶を抱いている意志流と混合、混信しないよう特殊な脂肪体により核粒子間を絶縁している組織のことを言う。記憶については後で説明する。絶縁組織は脳と神経系である。脳とは大脳、間脳、脳幹などの内部器官を指すもので、これは特殊な脂肪の凝集層である。これを脳伝層といって記憶を抱いている意志流を蓄積するところである。それぞれ異なる記憶を抱く意志流は電磁体であるため、これが混合、混信しないように脂肪によって絶縁している。この絶縁組織がなかったならば、あらゆる記憶は雑然として錯乱し、人間の統制ある行動も不可能となる。